こんにちは、レイムです。マリサだぜ。OOTP26FA 補強禁止縛りシリーズの4回目だよ。今回は2026年シーズンを進めていくぜ。それじゃあ早速だけど日程を進めていこう。今年は多分勝てないから、ガンガン進めていくぜ。はい、6月終了までスキップしたよ。シーズンの約半分が完了したことになるから、この辺りで軽く成績などを確認するぜ。80試合を経過して、アスレチックスは30勝50敗で地区最下位。MLB 全体では下から3番目の成績だな。ただ、前回の動画でも言った通り、今年中途半端に勝って、ドラフトの指名順が下がるのが嫌だったから、むしろ狙い通りと言える成績だよ。1巡目の指名順は抽選とはいえ、成績が下位の方が早い指名順を得られる確率が多少高くなるからな。続いては投手成績。勝利貢献度を表す棒が高い順に並べ替えているよ。棒がマイナスの選手が目立つな。ルール5ドラフトで指名したチェン、ブラッドもなかなか苦しんでいるな。元の所属チームへの返却も考えた方が良さそうだな。投手陣はそんなところかな。続いては野手陣。怪我人が出た関係で、ロング、アリエンドといったトレードで獲得した選手を昇格させているよ。他に新加入組だと、マットショーはいい感じだが、シンプソンは苦しいな。シーズン半分の時点で盗塁41個は驚異的だが、それでも5-1.3を叩き出しているよ。センターで起用されているが、守備も厳しそうだな。守備貢献を示す ZR の値が大きいマイナスになっているよ。ここから巻き返してほしいところだぜ。ちなみに、オフに契約延長したカーツは全治3ヶ月の怪我で離脱中。ただ、53試合の出場で OPS967、52.4と素晴らしい成績を残しているよ。そして、7月に更新されたプロスペクトランキングがこちら。トップ100以内に6人が入ってきているな。ちなみに、マイナーシステムランキングは4位で、開幕前から変化なしだったよ。それじゃあもう少し日程を進めて、ドラフトをやっていくよ。アスレチックスの今年の1巡目指名は、全体9巡目になるぜ。そして、全体1巡目指名のブレイブスが指名したのが、高校生遊撃手のグレディ・エマーソン。走攻守3拍子揃ったいい選手になりそうだな。そしてアスレチックスの1位指名。スカウトがピックアップしてくれた4人の選手を確認したけど、どれもしっくりこず。最終的に大学生右腕のリアム・ピーターソンを指名。記念すべきこの企画最初のドラフト指名選手だな。彼はすでに21歳の投手で、再来年くらいからメジャーで起用することを考えているよ。能力的には球界トップクラスの先発投手にまで成長するイメージはできないが、ローテーションには確実に入ってきてくれるだろうと期待しているよ。昨年1位指名のジェイミー・アーノルドと左右のエースとして活躍してほしいな。ちなみに彼は現実世界でも2026年のドラフト候補の選手で、彼以外にも実在のドラフト候補が多く登場しているよ。彼のピッチングをまとめた動画が YouTube にアップされていたから、概要欄にリンクを貼っておくよ。興味のある方はぜひ見てみてほしいぜ。2位以降の選手もざっと紹介していくよ。上位指名と言える5位までの選手を紹介するぜ。2位指名はコナー・ラングトン。彼は高校生の投手だよ。球速が成長しても90から92マイル程度と、南東派の投手になりそうだな。3巡目も投手の RJ コープ。3位まで連続して投手を指名したんだな。本来はこの辺で野手を指名しておきたかったんだけど、ピンとくる選手がいなかったよ。ただ、彼はここに野手の能力も記載されている通り、二刀流の選手になっているよ。野手としてはパワーのポテンシャルが高い一塁と両翼の選手だな。正直投手能力のポテンシャル評価はそこまで高くないから、ひょっとしたら野手として出てくるかもしれないな。4巡目は外野手のジェームス・トロンステイン。両翼がメインだが、守備範囲の評価も高くセンターを守れそうな選手だぜ。長打力と選球眼が高い選手を集めるのが私の好みで、彼はそこには反しているが、センターを守れる選手は割と貴重なイメージだから4巡目で指名したよ。5巡目はケイデン・ボーゲンボール。メインポジションは外野だが、ここに投手能力が記載されている二刀流の選手だよ。野手としては長打力と選球眼のポテンシャル評価が高い、レイム好みの選手だな。そうだな、普段のプレイでもこんな感じの能力の選手をよく獲得するよ。じゃあ、基本は野手として期待だな。今年のドラフトはこんな感じだよ。6巡目以降では、残っている選手の中でポテンシャル評価が高い選手や、キャッチャー、二遊間で守備評価が高い選手などを優先的に指名したぜ。今年のドラフトの評価はどんな感じだ？課題の投手有望株を集められたのは良かったけど、将来主軸を打てるようなスケールの大きい野手をどこかで指名できればより良かったなと思っているよ。なるほど。本来2巡目か3巡目でそういう選手を取りたかったけど、なかなかピンとくる選手もいなかったし、ポジションバランスを意識しすぎて評価の高くない選手を高値掴みするのも、良くないことだと思っているから上位は投手中心の指名になった感じだよ。来年は主軸候補の野手を獲得できるといいな。さて、再び7月末まで日程を進めてトレードデッドラインに、と思ったところでロイヤルズからトレードの打診。そのトレードがこちら。35歳のキャッチャーオースティン・ウィンズと引き換えに3人の選手を提示されているな。交換相手はこの後軽く紹介するとして、ウィンズを放出することはあまり痛くはないので受諾しようと思うよ。そのウィンズの能力がこちら。
今季はここまで56試合に出場して5.2の成績。年齢的にも数年以内に放出候補となる選手で、彼がトレードチップになってくれたのは良かったと思っているよ。交換相手の一人目は、リリーバーのルーカス・エルセグ。今季はここまで22試合に登板し13セーブ、5.5の成績を残しているぜ。正直ウィンズで彼をもらっていいのかというくらいの選手だよ。よほど保守に困っていたのかもしれないな。と思ったらトレード直後にこのようなメールが。翻訳してみると、彼はどうやらトラブルメーカーのようで、選手たちから懸念の声が上がっているようだよ。CPU がどれくらいこの辺を考慮しているのかはわからないが、性格面も放出された要因かもしれないな。彼は残り3年半保有可能な選手だが、先ほどのケント、31歳という年齢を考慮して、この後のトレードデッドラインでさらに別の選手と引き換えることも考えているよ。この成績なら欲しがるチームもあると思うぜ。あとの2人は、ポテンシャル評価40くらいの若手選手だよ。ちょっと見づらいが、2人まとめて画像を貼るぜ。彼らが MLB までたどり着く可能性は低いと思っているが、2人とも10代の選手だから獲得したよ。正直このくらいの選手が急成長して MLB まで上がってきたのを見た記憶はないが、何が起こるかわからないからとにかく若い選手を集めるのは無駄ではないと思っているぜ。では改めて7月31日までスキップして、トレードデッドラインの対応を進めていくよ。トレードデッドラインというのは名前の通り、トレード期限最終日のことで、現実でもこの日の周辺に頻繁にトレードが行われるようになっている。基本的には、この時点で上位にいるチームが下位のチームから主力選手を獲得し、逆に下位のチームは上位のチームから若手有望株を獲得するのが一般的になっているよ。アスレチックスは現在地区最下位だからいわゆる売り手になるのは当然だけど、仮にその時点で上位にいたとしても売り手よりの動きを毎年すると思うよ。そもそも縛りのルール的に主力選手を取ってくることはできないし、常に若手有望株を補充し続ける必要があるからな。現時点の所属選手はこちら。一部画面に入りきっていない選手もいるけど、年俸の高い順に並んでいるぜ。積極的に放出したい選手は高年俸のセベリーノ、スプリングスとコンオフ FA になるビドくらいだが、3人とも能力や今季の成績的に引き取り手は見つかりそうにないと思っているよ。となるとさっき獲得したエルセブくらいか。ああ、ずっとトレード候補と言っているウィルソンも成績的に今が売り時ではないと思っているよ。まあ、今名前を挙げなかった選手も対価次第では放出すると思うから、とりあえずやってみてからという感じになるよ。じゃあ実際にトレードデッドラインの対応をやっていくよ。締め切り間際での慌ただしさを演出するために、デッドラインはゲーム内でも制限時間が設けられているぜ。ここからはもろもろ慌ただしくなると思うから、最後まで完了した後に成立したトレードを紹介する形にするよ。はい、トレードデッドラインが終了したよ。結局成立したトレードは1件だけだったな。ああ、さっき取ったエルセグをオリオールズに放出し、MLB デビュー前の若手選手3人を獲得したよ。エルセグの紹介はさっきしたばかりだから割愛して、獲得した3人をざっと紹介するよ。1人目は外野手のオースティン・オーブン。守備、走塁能力の高い外野手だぜ。2人目も外野手のジュド・ファビアン。選球眼が高く、長打力のポテンシャル評価も高い選手だよ。守備能力も高いから、少なくとも控えでは出てこれそうな選手だな。3人目は内野手のジェイク・ゲロフ。調べたところ、すでにアスレチックスにいるザック・ゲロフの弟だそうだよ。長打の打てる選手に育つことを期待だな。ということで、結果的に控え保守のウィンズで5人の若手選手を獲得できたことになったよ。ちなみにそのウィンズは早速ロイヤルズから DFA されていたよ。一体何のために獲得したんだろうな。他球団のトレードでは、ドジャースがタイガースから2年連続サイ・ヤング賞受賞中のスクーバルを獲得。これまたえげつない補強だな。また、トレードデッドラインの前後で各チームから DFA にされた選手から3人の選手を獲得したよ。1人目はリリーバーのネイサン・ラベンダー。あと5年半保有できる選手だよ。今季はレイズで28試合に登板して 5-0.6。成績も能力もいまいちだが、今いる投手よりもマシとの判断で獲得したよ。ちなみにルール5ドラフトで獲得していたブラッド、ジェンの2人は元のチームに返却したよ。しばらくプレイしてスカウティングの精度が高まったタイミングで、2人ともポテンシャルが40程度と伸びしろもなさそうだったからな。妥当な判断だと思うぜ。そして獲得した2人目がファーストのマイケル・トグラ。2023年に25本、2024年に14本のホームランを放った強打の一塁手だぜ。今季はここまで41試合の出場で4本塁打、WRC プラス96、0.1という成績だよ。カーツの怪我で昇格させたロングがいまいちな成績だから、代わりにファーストを任せる予定だよ。3人目は外野手の西田陸選手。名前の通り日本人の選手で、東北高校卒業後にアメリカに渡った選手だぜ。正直日本人だから取った部分も大きいけど、外野に加えてセカンドもそこそこ守れるという点で、控え足として重宝しそうなということで獲得したよ。一旦マイナーでプレイしてもらうことになるぜ。さあ、それじゃあシーズン最後までスキップしよう。時々、他球団から DFA された選手の確認はしながら進めるぜ。はい、シーズン終了までスキップしたよ。アスレチックスは62勝100敗で地区最下位。MLB 全体だと下から2番目の成績だよ。もともとプレイオフに行ける戦力じゃなかったから、ある意味中途半端に勝たなくてよかったという感じだな。続いては選手成績、投手や種別にざっと紹介するよ。
詳しく見たい場合は一時停止してみてほしいぜ。まずは投手から。ルール5ドラフトで獲得したカスパリウス、メナ、ホッピ、リーあたりはしっかり活躍してくれたよ。ただ、O- の選手も多く、全体的にパッとしない感じだな。ああ、これから出てくる若手選手に期待だよ。ちなみに、9月にホワイトソックスから DFA となっていたハドソンを獲得しているよ。ハドソンは29歳のサウスポー。今季はホワイトソックスでもなかなかの成績を残しており、アスレチックス移籍後も12試合で防御率 2.57、防 0.3 の成績を残したぜ。彼は来季以降もあと5年保有可能な選手だよ。続いては野手。まず、昨年オフに契約延長をしたカーツが、怪我での離脱はあったが、69試合の出場で OPS1002、防 3.4 をマーク。仮に162試合すべて出場していたら、8近い棒を残していた計算になるな。他には、こちらも契約延長済みのショーがまずまずの成績。途中で獲得してきたトグラは、移籍後棒 -0.3 といまいちだったよ。シンプソンは後半少し持ち直したものの、棒 -0.6 と散々な成績で終了。86盗塁で盗塁王は獲得したが、センターで ZR-15 と打撃だけでなく守備でも貢献できなかったぜ。両翼が埋まっているから難しいけど、センター以外での起用を検討しないといけないな。最後にチーム成績。今季は野手棒がリーグ14位、投手棒がリーグ最下位と、逆敗するのも当然の成績だったぜ。ということで今回はここまで。次回は2026年オフの補強などをやっていくよ。もし次回も見たいと思っていただけた方は、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それじゃあ、ご視聴ありがとうございました。